はい、皆さんこんにちは。アミティ先生です。今日は iPad のおすすめ無料アプリ10選紹介していきたいと思います。メジャーで有名な iPad の無料アプリって結構いろんな YouTuber の方が紹介してると思うので、今回はですね、皆さんが知らないであろう、でも知ってると絶対に役立つ超おすすめの無料アプリを10個紹介していきます。で iPad よく使ってる皆さんでもですね、絶対1個はこれ知らなかったっていうのがね、今日は出てくると思うので、ぜひ最後まで楽しんでいただけると嬉しいです。はい、じゃあまず最初 JustWatch っていうアプリを紹介します。このアプリどういうものかっていうと、自分が契約している動画サービス、例えば Netflix とか、あと Apple TV とかね、いろいろあると思うんですけど、そういう動画サービスで配信されている動画をですね、一覧でこのアプリで見ることができます。で、下に新作っていうボタンがあるんですけど、そこを押すと上にですね、こういうプラスボタンで、自分の契約しているサービスを追加することができます。で、今私だったら Netflix とプライムビデオと Apple TV 契約してるんですけど、他のサービス追加したい人はここからポチポチポチって押していくと、そのサービスが追加されて、そこで配信されている動画がですね、一覧にも出てくるっていうような感じになります。で、今これ5個登録したんですけど、5個登録した状態でこの新作タブを下にスクロールしていくと、1日前にはこの動画を追加されましたよとか、2日前にはこことここのサービスにこういう動画が追加されましたよみたいな感じでどんどん出てくるので、映画見たいけどどういうの見ていいか迷ってるっていう人はですね、ぜひこれを使っていただければいいと思います。で、ちなみに検索の機能も結構優れていて、例えばこれアベンジャーズで検索すると、どの動画配信サービスで見れるかっていうのがこんな感じで一覧で見れるんですね。で、今回の場合はこれディズニープラスじゃないと無料で見れないですね。他のやつは購入か借りるしか、配信が提供されてないみたいです。で、他のやつも検索してみましょうか。例えばララランドで検索した時に、この場合だといっぱいストリームのサービスが出てきてますね。一番上のやつが、その動画サービスに登録してたら無料で見れるってやつです。で、その下が借りるですね。で、こんな感じで見ていってもらえればいいと思います。はい、じゃあ次、マイラダーっていう天気のアプリを紹介したいと思います。このアプリ UI がめちゃくちゃ綺麗で私好きなんですけど、こんな感じで、世界の天気が一覧で見れます。で、これライブ中継というか、もうリアルタイムの天気が見れるので、例えば今このエリアは雨なんだなとか晴れなんだなとか、一覧で見ることができるという結構面白いアプリです。で、左下のところにレイヤーボタンみたいなのがあるんですけど、ここを押すとですね、例えば、今気候だったんですけど、これを温度に変えたりすることができます。このエリアがめっちゃ暑いとか寒いとかね、こういう色で、表してくれます。で、このレイヤーのところはですね、他にもいろいろオンオフ切り替えることができるんですけど、例えば写真のやつオンにするじゃないですか。そしたら、このアプリってコミュニティ機能がついてて、全世界の人からですね、こういう天気の空の写真を投稿する機能がついてるんですね。なので、こんな感じで、このアプリを持っている人たちがですね、こんな感じで空の写真を投稿してくれています。なので、こういう風景とかね、世界の風景見たいなっていう時も結構面白いかもしれないです。で、自分も投稿できるので、その時は右のボタンからカメラボタンがあるので、そこから行ってください。で、あとはね、レイヤーのところたくさんオンオフがあって、気温もそうですし、風の状況とか、あとは、地震とかもありますね。地震っていうのは、地震がどこで起きたかっていうのがですね、一覧で見ることができるんですけど、こんな感じで、地震のボタンがね、こう赤と黄色で出てるんですけど、この辺で地震がありましたよと、マグニチュード4ぐらいの地震があったっていうのが見えます。やっぱりこれ見てるとね、日本がすごい多いなっていうのがよくわかるので、この辺も活用して、世界の天気を見てもらえればいいかなと思います。はい、じゃあ3つ目です。スライドショーっていうアプリ紹介します。これは超シンプルで、スライドショーのムービー動画を超簡単に作れるっていうアプリなんですけど、例えばこう写真アプリが開かれるので、ここで好きな写真をですね、何枚か選択します。何枚でも選択することができるので、選択したら右上の、次に進むで進みます。で、そうするとこういう細かい動画の設定みたいなのが出てくるんですね。
で、今これ、フィルタータブにいます。フィルタータブなので、フィルターいらない人はノーンってやつにしてもらって、その横のキャンバスですね。今正方形ですけど、縦にしたいとか横にしたいとか、この辺で変えることができます。今回はランドスケープで横長のやつにしますね。で、後から画像を消したり、追加したりもすることができます。で、ミュージックっていうタブがあって、ここで好きな音楽を、つけることができます。基本的にはこれ提供されている音楽が推奨されているので、この中から、好きなやつをですね選んで、はい、こんな感じのやつをですね選んで、書き出していくというアプリです。スタート位置とかも決めれますね。この写真からスタートしたいっていうポジションも決めて、長さとかも決めます。この写真が何秒表示されるかっていうのも、最後決めてですね、書き出しボタンは右上のところから書き出していきます。でそうすると、ショートムービーですね、普通の MP4 で、写真がこうただ流れていくだけっていうね、動画が書き出されるので、それを iPad でね、表示させておいて、スライドショーを楽しむっていうアプリになります。はい、じゃあ次、ベルムっていうアプリです。このアプリはですね、おしゃれな壁紙がダウンロードできるアプリになります。いろいろカテゴリーがあるんですけど、こんな感じでエキゾチックなね、すごい毒々しい壁紙とかもあるので、これ選択して保存すればですね、全部無料でダウンロードできます。で例えばちょっと今回だとこういうグラデーションが綺麗なやつを保存してみたいので、これを選択してコンティニューですね。で真ん中の白いボタンを押すと自動的にカメラロールの中に保存されます。でこれちょっとだけ画像編集とかもできて、左下のボタンを押すとこんな感じでですね、スライドが出てくるんですけど、画面見てるとこうボケていくんですよ。どれくらいぼかしますかみたいなのをですね、ここで調節することができます。であんまりこうねパキッとした背景にしちゃうと、壁紙にした時に手前のアイコンがね見にくくなったりするんですよね。でそういう時はこういうぼかしを結構強めに入れてあげて壁紙に設定するといいと思います。でちょっとこれ保存したんで、一応壁紙設定の方法も紹介しておきます。画像をですね写真アプリの方から開いて編集ボタンをまず押しましょう。今これ縦長になっているので横長にしましょうか。編集ボタンでトリミングで画像回転させて、この状態で共有ボタンを押してください。でそうすると下の方にですね壁紙に設定っていうボタンがあります。でこれを押すとこう位置調整ができますね。手でこうやって好きな位置にポジションに設定することができるので、それができたら右下の設定ボタンですね。で今回は両方に設定っていう風にします。そうするとこのホーム画面とロック画面両方にこの壁紙が設定されるので、こんな感じでおしゃれな壁紙を楽しんでもらえればいいと思います。でちなみにこれベルム以外にも他にも壁紙の無料アプリって結構いっぱいあって、こういうの興味あるっていう人はですね、ぜひコメント欄の方に書いてもらえると他のも紹介しようかなと思うので、ぜひお願いします。はい、じゃあ5つ目、レタッチっていうアプリいきます。レタッチアプリはこうゴミとか消したりとかシミとか消したりするアプリなんですけど、こういうのね以前にもたくさん紹介してるんですけど、その中でも無料のレタッチアプリはこれが一番いいかなと思います。で無料なんでこんな感じで広告は出てきちゃいますけど、スキップしていただいてですね、リムーブオブジェクトっていうボタンを押していらないオブジェクトをこういう感じで赤でなぞるんですね。で GO っていうボタンを押すとこんな感じで綺麗に消えます。見えましたか皆さん。こういう豆のところをね選択して消していくと、で一気にねこうやって複数選択もできるので、こんな感じでいらないゴミとかをね消すことができます。でちょっとした大きいオブジェクトとかもちょっとチャレンジしてみました。でしっかりめに囲って GO を押すと、はいこんな感じでちょっと残っちゃってますね。うまくいかないところもあるんですけど、それはね無料だからちょっと仕方がないかなと思います。でも何回かこんな感じでこすっていくと最終的にはこれぐらい綺麗になるので、無料にしてはいいんじゃないかなと思います。すごく使えるので、レタッチちょっとしたレタッチしたい人はこれを使ってください。はい、じゃあ次インショットっていうアプリです。
これ動画編集のアプリですね。無料にしては結構すごいので、ぜひ紹介させてほしいんですけど、まずビデオで自分の好きなビデオを選択します。ちょっと iPadMate の私のコミュニティの方に流している動画をちょっと今回使ってデモしていきたいんですけど、動画読み込むとこんな感じで下に動画がこうねタイムラインのように流れていって、その上にちっちゃいアイコンがたくさん載ってると思います。このツールを使って動画を切ったりとか、あと反転させたりとかスピードアップしたりとか、いろんなことができます。でカットするのはねもちろんできるんですけど、色のフィルターとかもつけたりできます。一部課金制にはなっているんですけど、もう無料でほとんどねできるようなクオリティになっているので、すっごいおすすめです。でフィルターの他にも、あと速度をねかなり倍速とか3倍速にしたりすることもできるし、あとは逆再生とか本当にいろんなことができます。でこれ iPhone 版もあるので、私はですねちょっとした動画を作りたいときはこれ iPhone で作ったりとかもしてますね。もちろん iPad でも作るんですけど、iPad で作るときは LumaFusion っていうね結構プロ向けの動画アプリがあったりするので、そっちに行ったりするんですけど、ちょっとした動画を作るときには本当にいいアプリなので、ぜひインショットをダウンロードして使ってみてください。はい、じゃあ次ツールボックスっていうアプリいきます。これはですね Apple 純正のキーノートっていうアプリがあると思うんですけど、それをよく使ってる人は結構おすすめのアプリです。アプリ開くとこんな感じで、キーノートのプレゼンテーションテンプレートっていうのがたくさん表示されます。でこんな感じでおしゃれなテンプレートがたくさん見れるので、ここをねこんな感じでこんな風に使うんだっていう風に見て、もしこれを使いたいなと思ったら右上のところからですね、ダウンロードする形になります。で今回これは600円くらいで有料になりますね。有料のテンプレートと無料のテンプレートがあって、ちょっとねこれ紹介するか正直迷ったんですよね。中身見てみたら有料じゃないかみたいになると思うんですけど、無料のやつもあるので、そういう時はですね検索のところからいろいろ検索してもらえれば無料のやつもたまに出てきます。こんな感じでね。で、無料の時は右上がオープンっていうボタンになっているので、このオープンを押してください。でそうすると、どのアプリで開きますかっていう風になるので、このその他のところからキーノートにコピーっていうのを押してください。でそうすると自動的にキーノートのアプリが開きます。でこの一番下マイテーマっていうところに保存されていると思うので、これを選択して開くとこういう編集項目みたいなものが出てくるので、このテキストを打つところに自分のタイトルとかを入れます。で一番初めはですね1枚しかページがない状態なので、左下のプラスボタンを押すとこのテンプレートがたくさん見れるので、こんな感じで自分が使いたいプレゼンテーションのこうねページを引っ張り出してきて、それに、編集を加えて使っていくっていう感じになります。で例えばこの画像を変えたかったら右下にプラスボタンがあるので、このプラスボタンを選択すると、自分の写真アプリの中がこんな感じで開かれます。なので自分が好きな使いたい写真をここの中から選択すると自動的に切り替わってくれるので、こんな感じで自分のねおしゃれなテンプレートを使っていただければいいかなと思います。でこのツールボックスなんですけど、結構有料のテンプレートが多かったりするので、やっぱり有料は嫌だっていう人いると思うので、そういう時はですね、テンプレート for Keynote っていう別のこういうサービスを提供しているアプリもあります。でこっちのアプリに関しては入ってるやつ全部無料になるので、ただちょっと種類が少ないんですね。20個ぐらいしかないかなっていう感じなので、このテンプレート for Keynote とツールボックスどっちも見てもらって好きなものを選んでいただければいいかなと思います。はい、じゃあ次、I love PDF っていう PDF を結構いじったりすることができる優秀な無料アプリを紹介します。でこのアプリの下のところツールっていうボタンを押すといろんな項目が出てくるんですけど、例えば PDF 圧縮とか PDF から JPEG へ変換、画像から PDF へ変換、PDF を分割とかね、本当にいろんな PDF に関する、編集作業ができるアプリです。で例えばこれ PDF から JPEG に変換したいとき、このボタンを押して、右下のインポートっていうところを押します。
そうすると自分の写真アプリとかファイルアプリを参照できるので、この中から、今回は PDF から JPEG に変換するので PDF を選んでください。で例えばスクリーンショット撮った時にフルページの PDF ね、長い PDF を JPEG にしたい時も使えますし、今回は何ページもある PDF を1個ずつ JPEG にしたい時とかも結構使えるので、それをやっていきます。PDF を選んだら、それ次へに選択して JPEG に変換っていうボタンがあるので、それを押します。そうするとこういうインジケーター出てきて、ちょっと待つと JPEG に変換できます。でそうするとこうファイルに移動っていうボタンが出てきて、でこのフォルダをですね、中を見てみると、さっき PDF がねこう1枚の何ページもある PDF だったんですけど、こういう1枚1枚の JPEG として1個ずつ保存されてるっていう形になります。でもしこれの画像をですね保存したかったら、選択して右上のですね書き出しボタンのところから画像保存っていう風に押してもらうと、自分のカメラロールの中に保存されていくので、そういう風に使っていただければいいと思います。はい、じゃあ次、キッチンストーリーズっていうアプリです。このアプリはですね、レシピのアプリになります。で、こういうアプリ結構ありますよね、他にも。クラシルとかクックパッドとかね、いろいろあると思うんですけど、ちょっと違うね、ポイントがあるので、ぜひ紹介させてください。で、アプリ開くとこんな感じで素敵な画像がたくさん並んでます。で、1個選択すると、右側が、料理の作り方一覧になっていて、左側が材料とかレシピですね、が一覧で載っています。で、右側の料理の作り方見ると、ちゃんと写真と、文字とね、写真と文字とみたいな感じで一覧で流れてくるし、あとは動画もちゃんとついてます。今回だとポーチドエッグの美味しい作り方みたいな感じで、丁寧にね、作られた動画があるので、これを見ながらとかもできますね。で、私が好きなのはこの左側のコーナーなんですけど、レビューのところの写真見ると、みんなねすっごいおしゃれな写真を撮るんですよ。なんか本当にインスタ映えしそうな画像がたくさん出てくるので、こういう料理のね写真を撮りたい人の結構参考になると思います。で、あと私が好きなのが、この左下のね下のところに行くと、マクロ栄養素っていうのがちゃんと表示されてます。カロリーとタンパク質、脂質と炭水化物ですね。これがちゃんとグラムで表示されているのがね、私はめちゃくちゃ嬉しくて、すごい興奮したんですけど、筋トレね、してる人だとこのことが分かってくれると思うんですけど、こんな感じでタンパク質いくら取りたいとか、ちょっと炭水化物抑えたいとかいろいろあると思うんですけど、そういうのね、気にしてる人には、すっごいおすすめです。で、あと、買い物リストに追加するっていうボタンがあります。で、これを押してください。で、ホームの方に戻って、買い物リストっていうね、カゴみたいなボタンがあるんですけど、それを選択すると、さっき買い物リストに追加しておいた素材がですね、こんな感じで一覧で見ることができるんですよ。なので、買い物行った時にこれ見ながら、これ買った、これ買ったみたいな感じでチェックつけていっていくと、簡単にこのね、買い忘れなく料理が作れるということで、結構細かいところまで気が利いたいいアプリだと思います。はい、じゃあ次、タイドっていうアプリ紹介します。これはですね、コミュニティのメンバーの人から教えてもらったアプリになるんですけど、集中したい時とか、あとは寝たい時とか、瞑想したい時とかにそういった音楽を流してくれるっていう無料アプリになります。で、今回の場合は、集中したいので集中のボタンを押して、時間を設定します。で、右下のところにサウンドシーンっていうのがあるので、これで、音楽の種類をいくつか選ぶことができます。で、下のところに集中模式とか集中タグとかっていうのがあるんですけど、私これほとんど使ってないです。もう時間設定して、音設定して、スタートしたらですね、こんな感じでカウントダウンになります。で、今音流れてるの分かると思うんですけど、この音に関しては、このアプリを閉じてもそのまま流れ続けてくれます。で、例えばですけど、この状態で、本を読みたいなと思ったら Kindle を開いて、読むと。
そしたらこうね Kindle にちょっと集中できるかなと思います。やっぱり iPad でね本読んでたりするとちょっと他のアプリのがね立ち上がってくるとそこに注意が散漫になっちゃったりするんですけど、ここに集中したいっていう時はこのタイマーかけて音かけてこの時間はこれだけするぞっていう風にね決めていただいて、音を聞きながらやってもらえればいいんじゃないかなと思います。絵を描きたい時とか、あとはブログ書きたい時とかね、そういう時とかも結構使えるアプリになるので、ぜひタイドダウンロードしてみてください。はい、じゃあ最後のアプリになります。ライトフォントっていうアプリです。これはですね、iPad に自分が持っているフォントをインストールしたい時に使うアプリなんですね。で、このフォントタブを選択した時に現れるのが、このライトフォントを経由してインストールしたフォントたち。で、真ん中のライブラリーっていうタブのところを選択した状態で見えるのが、この iPad の中に入っているフォントが一覧で見ることができます。で、ここからフォントを追加していくんですけど、追加するときは左上のプラスボタンを押します。で、そうすると iCloud ドライブとかね、ドライブが立ち上がるので、自分が保存しているデータのところにアクセスして選択すると、ライトフォントに入ってきます。で、この左の項目の今ブルーのボタンになっているところ分かりますかね。これが今選択したやつなんですけど、これをインストールする必要があります。ブルーのボタンを選択するとこんな感じで、インストールしますかみたいなのが出てきます。で、これ一個一個やると結構めんどくさいので一気にやっちゃいましょう。選択ボタン、複数選択をこの4つ複数選択して上のインストールボタンを押すと、フォルダ名みたいなのが出てくるので、フォルダ名を自分の好きなのに選択してください。で、OK を押します。で、そうするとまたさっきの同じやつが出てくるので、それで許可を押してください。で、そしたらこの状態で設定アプリの方に行って、さらにインストール項目を完了させなきゃいけないんですけど、設定アプリ開きます。で、上の方に行くとですね、プロファイルっていうボタンがあるので、これを押すと、さっき、複数選択してボックスにしたですね、インストーラーが立ち上がります。で、ここで自分のパスワードの方を選択していただいて、インストールボタンを押すと、iPad の方に入ってくるっていう形になっています。ちょっとね、工程がめんどくさくてややこしいんですけど、一回やってしまって覚えてしまえば、あとはですね、皆さんが Mac とか PC で使ってるフォントをですね、iPad の方に全部持ってくることができるので、デザインとかね、やってる人はぜひこの iPad の方にいいフォントを持ってきてデザインを作るっていうのをね、やってほしいなと思います。はい、ということで、10個アプリの紹介が終わりました。皆さんいかがだったでしょうか。1個でも知らないアプリがね、あると嬉しいなっていうふうに思います。で、今回紹介した10個のアプリの中から、これもっと知りたいよみたいなのがあればですね、ぜひコメント欄の方に書いてもらえると、それをもうちょっと深掘りした一本の動画みたいなのをね、作ればいいかなと思っているので、ぜひコメント欄の方にお願いします。で、この動画が面白かったらぜひいいねボタンとチャンネル登録、まだの人はチャンネル登録もお願いします。で、私がやってるオンラインコミュニティの iPadMate っていうのがあるんですけど、そこではこんな感じで日々ですね、iPad のアプリの情報を交換したりとか、週に1回の iPad のセミナーとかを行っているので、ぜひ興味ある人はですね、下のリンクのところを見てもらって、そこからジャンプしてもらえればいいと思います。はい、ということで、今日は以上になります。最後までご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。